こんばんは、しどねです。シナリオは AI 任せなのですが、いくつかキーワードだけ渡しました。夏のお祭り、不思議でノスタルジーな話、エンディングはマルチエンディングとすること。それ以外はどんなシナリオになるか私にもわかりません。では早速始めていきたいと思います。穏やかな春が過ぎ去り、日差しの強まりとともに本格的な夏の訪れを告げる夏の1日目、街のあちこちでは今夜開催される夏の伝統行事、星酔い祭りの準備が進められており、お祭り特有の活気と懐かしい高揚感が朝の澄んだ空気に満ちています。しどねは冒険者ギルドの前に立っています。どのように行動しますか？今回は選択肢ではなく自由記述欄でやっていきたいと思います。結構迷っちゃう。冒険者なんで依頼がいやでもお祭りの日だよね。お祭りの日なので依頼とかじゃなくて顔見知りにいれば挨拶しようかな。冒険者ギルドの重い木製の扉を開けると、中には夏の朝の少しひんやりとした空気が漂っていました。受付カウンターに目を向けると、受付係バルガスがこちらに気づき豪快に片手を上げました。おうしどね、朝からすこぶる元気そうだな。バルガスは親しげな笑みを浮かべ、少し声を潜めて続けます。実はな、ちょっとお前さんに相談というか、声をかけてみてほしい相手がいてな。ほら、あそこの掲示板の隅を見てくれ。バルガスが顎で示した先、依頼掲示板の端にポツンと佇む小さな影がありました。それは今の季節には少しそぐわない仕立ての古い長袖のコートを着た10歳前後の少年です。手にはガラスが曇り、すすのついた古めかしい真鍮のランタンを大切そうに抱え、困え果てた様子で掲示板を見上げています。なんだか怪しそうな不思議な少年がいますね。あの子さっきからずっとあそこにいるんだ。ギルドに正式な依頼を出すには手持ちの金がないらしくてな。そっか、子供だもんね。話を聞こうにもどこか怯えた様子でまともに喋ってくれん。だがお前さんのような優しそうな神官様ならあの子も心を許すかもしれないと思ってな。気が向いたらでいい。少し話を聞いてやってくれないか？なるほど。では早速この子供にちょっと怯えているみたいなので優しく声をかけたいと思います。しどねは静かに足音を忍ばせ警戒させないように少年の目線に合わせてゆっくりと腰をかがめました。ここで少年が心を許してくれるかどうかの判定を行います。神官としての優しさがにじみ出る行動のため、ボーナスプラス2が適用されたみたいですね。難易度が8で用意、出目もよくって12がダイスの目みたいですね。成功です。しどねの温かな声と穏やかな微笑み、そして清潔な神官服を目にした少年はビクッと肩を震わせたものの、すぐにその大きな瞳から警戒の色を和らげました。神官様。少年は消え入りそうな声でつぶやき、抱えていた真鍮のランタンをギュッと胸に引き寄せます。僕の名前はソラと言います。僕これを探していて。ソラはランタンをそっと差し出しました。ガラスの中は空っぽで本来あるべき光源がありません。このランタンの中に入れる星のかけらを街のどこかで落としてしまったんです。今夜の星酔い祭りが終わるまでにこのランタンに明かりをつけないと、僕あの人と約束した場所にもう二度と帰れなくなっちゃう。なんか訳ありみたいですね。行けば街を歩いている途中で転んでしまい、その拍子にランタンの中の不思議な光る石、星のかけらが転がって見失ってしまったのだと言います。でも落とした場所が今の街の景色と全然違って見えて迷子になっちゃったんです。白い石の大きな水飲み場があって、近くに青い風車が回っている広場だったんだけど、ギルドの人に聞いてもそんな場所はオートにないって言われて、空は不安そうにうつむきました。オート、アークライトに詳しいものなら、青い風車のある広場など数十年前の古い区画整理で塔に壊された場所だと気づくはずの、どこか奇妙でノスタルジーな手がかりです。長袖着てるんだよね。長袖着てたり、景色が見たことない場所っていう感じで不思議な感じですね。ここでしどねの行動のターンなんですけれども、何から聞こう。聞きたいことがいっぱいあって、そもそもなんで長袖着てるの、暑くないの、大丈夫かなとか、それから転んじゃった場所をもう一度案内できるかなっ
とか聞きたいし、見覚えのある場所は本当にどこにもないのかなとか、なんかいろいろと質問攻めになったらそらくんが怖がっちゃいそうなので、大丈夫だよ、青い風車のある場所を探してみようね。そらくんはアークライトにお家があるのかな、これだけ聞いてみたいと思います。どういう風に出るか。大丈夫だよと白根の優しい言葉に空はほっとしたように小さく息を吐き出しました。しかしお家の場所を尋ねられると少し困ったように首をかしげます。お家、青い風車の坂を登ったところにおばあちゃんと2人で住んでいます。でも今日起きて外に出たら街がすごくうるさくって見たこともない大きな建物がいっぱいあって、僕道に迷っちゃって、おばあちゃん僕が帰らないと心配するのに。空の言葉はどこかちぐはぐです。アークライトは数十年前に大規模な区画整理と復興を行っており、ゲームマスターさんヒント出しすぎじゃないかなこれだから数十年前にはあったのに今はないっていうのをね、ゲームさんちょっとそんなストレートに言わなくてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、はい空の言う白い石の水飲み場や青い風車は現在のオートの地図には存在しません。2人の会話をカウンターの奥から聞いていたバルガスが腕を組んで深い眉間にシワを寄せました。おいおい、青い風車のある広場に石の水飲み場だって。白根、そいつは俺がガキの頃親父から聞いたことがあるぞ。南部地区が30年ほど前に大火事に見舞われる前、確かにそんな広場があったらしい。だがなんでこの子がそんな昔の場所を知っているんだ。まるでその時代からそのまま迷い込んできたみたいじゃねえか。そういえば南部地区の古い通りにずっと住んでいるお年寄りなら詳しい場所を覚えているかもしれないな。確かお前さんがこの間猫を見つけてやったあのおばあさん、ディーアさんもあの辺りの子さんだったはずだ。猫を見つけてやったっていうのは一番初めの依頼で迷子の猫探しをやりました。あのおばあさんがもしかして知ってるかもねっていうことみたいですね。バルガスのアドバイスにより有力な手がかりが得られました。さてここで白根がどうするかというところなんですが、空を連れてリディアおばあさんのところへ向かってみるか、それとも他に何か空に確認したり別の行動を取りますかとあるんですけれども、長袖を着てるってあるんで、長袖を着ているけれど暑くない？大丈夫？と心配そうに聞いてみたいと思います。白根がかがみ込み、空の着ている厚手のコートにそっと手を添えながら暑くない？と問いかけると、空は不思議そうに自分の袖を見つめました。暑い？全然暑くないよ。むしろさっきからなんだか少し肌寒い気がするんだ。風が体をすり抜けていくみたいで、そういう空の小さな手は日差しの強い夏の朝だというのに驚くほど冷たく、どこか体温が感じられません。さらに白根がよく見ると、彼の輪郭は強い日差しの中でほんのわずかに陽炎のように揺らいで見える瞬間があります。なんか嫌な予感しかしないんですけれども、火事で亡くなっちゃったとかそういう感じじゃない？白根は神官としての知識、あるいは純粋な直感から彼が生きている普通の人間ではないかもしれないという不思議な予感を抱くかもしれません。しかし空の寂しげで純粋な瞳には確かに本物の感情が宿っています。空は白根が触れてくれた優しい手のぬくもりに安心したように少しだけ微笑みました。でもお姉ちゃんの手あったかいね。これは多分空は残念ながら今を生きてる人じゃないのかなっていう予感はあるんですけれども、なんでさまよっているのかなとか、どうして今ここにいるのかなっていうのが気になるかなって思います。さてここでまた白根の行動の番なのですが、ここで他に試したいこと、簡単な新生術の感知。空くんにかけて大丈夫？そのまま天国に行っちゃってシナリオが終了とかってならないかなっていう心配があるんですけれども、とりあえず聞きたいことは聞いたかなと思うので、リリアおばあさんのところに長袖のコートを着てて暑くないみたいなのでよかったです。熱中症とかね、ゲームの中なんですけれども、なんかつい気になっちゃって
声かけたんですけど、予想外の答えが返ってきたかなと思います。よし行こうねと白根は空の手を優しく引き、ギルドの扉を開けて街へと繰り出しました。大通りを歩いているみたいですね。歩きながら白根が観察していると、お姉ちゃんお祭り楽しそうだね。空は少し寂しげに楽しげな屋台を眺めながらつぶやきます。なんでそんな寂しそうなの？どうしたの？大丈夫？やがて賑やかな大通りを抜け、比較的静かで古い住宅が立ち並ぶ南部地区の一角へたどり着きました。リリアさんが立っています。おや、白根さんじゃないかい。今日はいい天気だね。リリアさんは白根に気がつくと顔をほどばせました。どうやらミミも元気そうですね。よかった。わあ、かわいい猫ちゃん。空が嬉しそうにしゃがみ込み、ミミの頭を撫でようとします。その手は少しだけミミの体をすり抜けているようにも見えましたが、ミミはとても気持ちよさそうに目を細めています。おや？リリアさんは白根とその隣にいる空を交互に見つめ、不思議そうに瞬きをしました。白根さん、その子はなんだかとても懐かしい雰囲気の漂うお嬢ちゃん。いや、坊やだね。今日はどうしたんだい？白根はリリアさんにどのように事情を説明し、あの青い風車について尋ねてみますか？空くんお祭り出れなかったのかな？なんか事情があって寂しそうなのがすごい気になっちゃって、今すぐどっかもう開いてる屋台とかに連れて行って何か買ってあげたいなっていう気分にさえなりますね。ただ石を見つけないと帰れないとか言ってるんで、そんな時間ないのかな。どのように事情を説明しようか。リリアさん、この子は空くんです。星のかけらを探していて迷子になってしまったようで、お家が青い風車のある広場と石の水飲み場があるところにあるようなのですが、ご存知ありませんかと聞いてみたいと思います。青い風車、石の水飲み場。白根の言葉を聞いた瞬間、リリアさんははっと目を見開き、懐かしさと驚きが入り混じった表情で空を見つめました。その目はわずかに潤んでいるようにも見えます。ああ、なんてことかい。その風車ならよく覚えているよ。今からおよそ50年も前のことさ。南部地区の端に確かに美しい青い風車があったんだ。その下には冷たい地下水が湧き出る白い石の水飲み場があってね。リリアさんは愛おしそうに目を細めぽつりとつぶやきます。だけどね、白根さん、あの風車は35年前の大火事で焼けてしまってね。今ではすっかり整備されて、風車の跡地には故障の広場と呼ばれる小さな広場と古い時計塔が立っているんだよ。水飲み場も今は石畳の下に埋もれてしまっているはずさ。風車がない？空はショックを受けたように小さな手を自分の胸のランタンに添えてうつむきました。空くんと言ったね。もし星のかけらを探すなら、その故障の広場に行ってみるといい。あそこには今でも当時の水飲み場だった白い大理石の一部が古い柳の木の根元に少しだけ露出しているんだ。もし転んで落としたのなら、その柳の根元の隙間や石畳の割れ目に転がり込んでいるかもしれないよ。おばあちゃん、ありがとう。お姉ちゃん行こう。ここで白根のターンですね。おばあさんにお礼を告げて故障の広場へ向かいたいと思います。リリアさん、本当にありがとうございました。白根が丁寧にお礼を言うと、リリアさんは気をつけていくんだよ。今夜いいお祭りになるといいねと優しく手を振って見送ってくれました。そして故障の広場に着きました。中央には役目を終えて静かに佇む苔むした古い石造りの時計塔が立っています。そしてその傍らには何十年もの歴史を見守ってきたであろう見事な枝ぶりの老柳の木が風に揺れていました。空が柳の根元へと駆け寄ります。そこには確かにアスファルトや石畳の隙間からリディアさんの言っていた通り、かつての水飲み場のものと思われる白い大理石の破片が根に抱きかかえられるようにして露出していました。ここだよ。僕、ここで転んだんだ。その時にランタンから星のかけらがこぼれ落ちてどこかに転がっていっちゃった。
って石畳の隙間や柳の根元の影は薄暗く、肉眼だけで小さなかけらを見つけ出すのは難しそうです。周囲を観察するといくつかの気になるポイントが目に入ります。というわけで、老柳の根元と白い石の隙間、古い根が複雑に入り組んでおり、影になっている部分が多数あります。暗くて狭い隙間の奥深くに入り込んでしまっているかもしれません。2、時計塔の石段の下にある暗い隙間、時計塔の土台となっている古い石段にはいくつか崩れかけた隙間があります。丸いかけらならこの隙間の奥まで転がってしまった可能性があります。3、広場の隅に積まれた古い木箱の影、お祭りの予備の道具などが置かれている古い木箱のあたりから先ほどからガサゴソと奇妙な物音が聞こえます。何か小さな生き物がいるのかもしれません。白根はどこからどのように探索を始めますかとあるので、どうしようかな。すごく気になるのが、小さな生き物がいる木箱、何がいるんだろうってすごい気になります。いやでも道具何にも持ってない白根、どうしよう。木箱の影を遠目からそっと伺いたいと思います。危険な生き物だったらちょっと危ないので、何がいるのかまず確認したいと思います。白根は慌てて近づくことはせず、古い木箱の影を遠目からじっと観察することにしました。この慎重で懸命なアプローチを評価し、判定にボーナスプラス1もらいました。ゲームマスターさんがボーナスくれたみたいですね。ダイスの目も43で悪くなくて、11成功みたいですね。白根が息を潜めて木箱の間を凝視すると、そこには一匹の小さな動物の姿がありました。それはアークライトの古い裏路地に稀に生息するという薄い青みがかった灰色の毛並みを持つ星食いリスでした。お祭りの飾り付け用の果物でも狙っているのかと思いきや、そのリスは小さな前足で青白く発光するガラスの破片のようなものを大事そうに抱え込んでいます。これどう見てもあれじゃないの、ソダくんの探してるものなのでは。お姉ちゃん、あれリスさんが持ってるのは僕の星のかけらだよ、間違いないよ。見事に星のかけらの所在を突き止めました。しかしリスは非常に警戒心が強く、少しでも刺激するとかけらを抱えたまま時計塔の狭い隙間や下水溝の奥深くへ逃げ込んでしまうかもしれません。そうすれば取り戻すのは極めて困難。白根の所持品には携帯食料などもあります。このすばしっこい星食いリスからどのようにして星のかけらを無傷で回収しますか？携帯食料使えって感じで書かれてますね。ゲームマスターさん、さっきからヒントをくれすぎじゃないかな携帯食料を使うのはもうしょうがない、使おうと思うんですけれども携帯食料を使うだけの回答だとちょっと面白みがないかなと思うので、ソラくんに携帯食料を持たせておびき寄せたところ、白根が背後から捕まえるっていう2人で協力してみたいなって思うんですけれども、白根捕まえられるかな。白根の所持品を今見てるんですけど、水筒とか食料、寝袋とか松明とかなので網的なものがない。とりあえず捕まえる前にまず網か袋がないか探してみたいと思います。白根はリスに気づかれないように慎重にその場を離れ、広場の隅に積まれた古い木箱の周りを探ることにしました。8、容易なんだ。ダイスの目も悪くなかったので成功みたいですね。お祭りの飾り付け用の果物を保管していたと思われる丈夫で小ぶりな空の麻袋と飾りを縛るための細い麻紐1メートルほど。確かにね、お祭りの準備中だったんで袋と紐ぐらいだったら簡単には見つかりそうですね。だから容易だったのかな。これらを手に白根は再び木箱の陰から星食いリスの様子を伺います。というわけで携帯食料を空くに持たせておびき寄せ、背後から白根が袋を抱えて捕まえる作戦をしてみたいと思います。白根はリュックから携帯食料を取り出し空に手渡そうとしました。しかし空が小さな両手でそれを受け取ろうとした瞬間、携帯食料は彼の白い手を静かにすり抜け、石畳の上にコロンと落ちてしまいました。持てないんだ、ごめんなさい、僕こっちの世界のものをうまく触れないみたいでっ
空くんも結構自覚してる？空は申し訳なさそうにうつむきます。やはり彼はこの世の存在ではないようです。しかし白根はすぐに機転を利かせました。落ちた携帯食料を空のすぐ目の前の地面に置き、空自身がリスを手招きして気を引くように指示したのです。やってみるね。空くんがおびき寄せようとしてるみたいですね。人間の匂いには警戒するホシグイリスですが、体温も気配も希薄な空に対しては警戒が薄れたようです。空との連携及び的確なおとり作戦を評価し、判定に状況ボーナス1を適用します。難易度普通なんだ。もっと高難易度かと思ったのですが、出目も悪くないですね。5と4が出て状況ボーナスに成功ですね。白根は息を合わせ、無駄のない動きで麻袋を振り下ろしました。麻袋は見事にホシグイリスをすっぽりと包み込みます。リスが置いていった地面に目をやると、そこには青白くまるで夜空の星をそのまま切り取ったかのように美しく瞬く親指ほどの大きさの結晶が転がっています。僕の星のかけらだ。空が嬉しそうに声を上げます。袋の中のリスはごちそうを食べ損ねて怒ってるみたいですね。ごめんね。どうしようかな。リスは袋から解放して地面に落ちた携帯食料をあげたいと思います。もう落ちちゃったんでリスが食べてくれたらいいなと思います。星のかけらはこれ受け取れるのかちょっと心配だったので、受け取れるか聞いてみたいと思います。白根が麻袋の口をそっと緩めると、中からホシグイリスが勢いよく飛び出しました。そして乾燥果物を見つけると、老柳の幹をすばしっこく登り、枝の上で満足そうに食べ始めました。リスさんはこれでハッピーエンドですね。よかった。白根は手のひらの上で淡く輝く星のかけらを見つめ、空に向き合いました。空くん、これは受け取れるかな？触ってみて。やってみる。空が緊張した様子で小さな両手を白根の手のひらの上へと伸ばします。その指先が青白い結晶に触れた瞬間、今度はすり抜けることはありませんでした。触れるよ。あったかい懐かしい匂いがする。空は嬉しそうに微笑むと、もう片方の手で抱えていた古めかしい真鍮のランタンの蓋を開け、その中に星のかけらをそっと収めました。カチリと静かな金属音が響きます。その瞬間、ランタンのガラスの曇りが嘘のように消え去り、中から爆発するような、しかし信じられないほど優しく温かい夜空の青と星の金の光が溢れ出しました。光は波紋のように湖沼の広場いっぱいに広がっていきます。すると信じられない光景が白根の目の前に現れました。昼間の強い日差しがスーッと和らぎ、広場全体がまるで星酔い祭りの夜のような美しい群青色の夕闇に包まれていきます。それだけではありません。古ぼけた時計塔の影が薄で、その場所に大きな美しい青い風車が幻影のようにゆっくりと現れ、ギギーと懐かしい木音を立てて回り始めたのです。風車だ。僕のお家の近くの風車。空が歓声を上げます。遠くから風車の回る音に混じって優しく呼びかける女性の声が聞こえてきました。空、どこへ行っていたんだい？早くお帰り。今夜はお祭りだよ。その声は空を待つおばあさんの声のようでした。現代の首都アークライトの片隅に数十年前の失われた夏の日の幻影がランタンの光によって蘇っています。空はランタンをしっかりと握りしめ、白根を振り返りました。その体は先ほどよりもさらに光に溶け込むように透き通っています。お姉ちゃん、ありがとう。僕、お家に帰れるよ。おばあちゃんが待ってる。白根は旅立つ空にどんな言葉を送りますか？空くん、おばあさんが迎えに来てくれてよかったね。もう迷子にならないように気をつけてね。と優しく手を振りたいと思います。なんかありきたりな言葉になってしまったんですけれども、他に思いつかなかった。本当はお祭り行きたかったみたいなので、一緒に回れたらいいなとか思ってたんですけれども、おばあさんが迎えに来てくれたなら一緒に帰った方がいいんじゃないかなと思うので、白根が優しく手を振りながら微笑みかけると、空はランタンを胸に抱えたまま何度も何度も嬉しそうにうなずきました。もう迷子にならないよ。
お姉ちゃん、僕を助けてくれて本当にありがとう。バイバイ。空が青い風車の坂道に向かってとことこと走り出すと、彼の体は光の粒子となってゆっくりとしかし美しく夏の青空へと溶けていきました。同時に幻影だった青い風車も白い石の水飲み場も心地よい風の音とともにさらさらと消え去っていきます。気がつくと広場は元の明るい湖沼の広場に戻っていました。空が消えた石畳の上を見ると、そこには小さな青く澄んだ綺麗な小石が一つポツンと残されていました。魔力はもう残っていませんが、それは確かに白根が不思議な少年と出会い彼を助けたという確かな証でした。白根はそれをそっと拾い上げポケットにしまいました。というわけで、缶みたいですね。ただいくつか疑問点が残ってて、うまくそこを聞けなかったのが心残りです。例えば空は火事の時に亡くなったのかとか、おばあさんはいつ亡くなったのかなとか、あとこのランタンって一体何みたいな缶になったんですけれども、まだ行動ができるのでどうしようかな。リリアおばあさんのところに戻って亡くなった人は多かったのか、その亡くなった人の中に空という名前はあったのかなとか、そのあたりやっぱ気になるので聞いてみたいと思います。白根は広場を後にし、再びリリアおばあさんの家へと向かいました。白根が意を決して先ほどの広場での出来事、そして35年前の大火事での犠牲者や空という名前について尋ねると、リリアさんは水を打ったように静まり返りました。35年前の大火事かい。確かにあの時は大きな騒ぎだったがね、幸いなことに逃げ遅れて亡くなった人はほとんどいなかったんだよ。もちろん空という名前の犠牲者もそこにはいないさね。そうなんだ。空くんてっきりそこで亡くなったと思ったら違うんだ。だけどね、白根さん、空という子はもっとずっと昔にいたんだよ。大火事よりもさらに昔、今から50年ほど前、世界から魔法の力が急激に消え去った大魔力枯渇事件の年にね。確かにこの世界背景を作る時にいくつか世界的な事件を考えてもらったんですよね。その時に大魔力枯渇事件っていうのがあったんですよね。50年ほど前に。空は私の幼馴染だったんだ。体が弱くていつも家の中にばかりいた男の子さ。彼は暗いところが苦手でね、おばあさんからもらったあの真鍮のランタンをいつも宝物のように抱えていた。私たちは今年の星酔い祭りの夜に青い風車の下でランタンを灯して一緒に踊ろうって約束していたんだよ。だけどその約束の日の少し前、空は病気で静かに息を引き取ってしまった。大魔力枯渇の混乱の中でまともな薬も手に入らなかった。私は悲しくてね、あのランタンの中に入れるはずだった星のかけらも彼が亡くなった後どこかへ失われてしまったんだ。そうかい、空はまだあの星のかけらを探していたんだね。約束を果たすためにおばあちゃんが待っているあの青い風車のある場所に帰るためにずっと迷子になってさまよっていたんだね。白根さん、ありがとう。本当にありがとう。あの子の魂を救ってくれて。これでようやく空も暗闇の中で迷わずに済む。今夜の星酔い祭りの夜空にはきっとあの子のランタンが優しく輝いているはずさね。そうなんだ。でもリリーおばあちゃん、空くんに最初会った時全然気づいてなかったけど、なんでだろう。ちょっと気になるので、リリアおばあさん、空くんを連れてきた時は幼なじみの空くんだって気づいたのですか？それとも気づかないふりをと控えめに聞いてみたいと思います。白根が控えめにしかし心からの疑問を投げかけると、リリアおばあさんは一瞬驚いたように目を見張り、それから照れくさそうにどこか寂しげな微笑みを浮かべました。最初に連れてこられた時はね、私の古い霞目のせいもあって、ただ不思議な雰囲気の漂う懐かしい服を着た子だねとしか思わなかったんだよ。だけどね、人見知りの激しい耳があんなに嬉しそうに駆け寄って彼の足元にすり寄った。その時に胸の奥がキュッと締め付けられるような50年間ずっと忘れていた温かい気配を感じたんだ。そしてお前さんが青い風車の名前を出した時確信したよ。ああ、あの子は空なんだって。
だけどね、白根さん、私はもうこんなに白髪の生えたヨボヨボのおばあさんになってしまった。あの子が覚えている幼なじみの私は50年前のまだ髪の黒い少女の私なんだよ。もし私が空私だよと叫んでこのシワだらけの姿を見せたら、あの子は驚き、自分がもうこの世のものでないことに気がついてひどく悲しんだり怯えたりしたかもしれない。だからね、あの子の記憶の中にある少女の私を壊したくなかったんだよ。なんか切ないですね。ただ親切な近所のおばあさんとして、あの子が一番帰りたがっている場所に優しく送り出してあげること、それが今の私が空にしてあげられる精一杯の優しさだと思っていたんだ。そうですね、気持ちはわかるんだけど、多分空くんの方も教えてくれたらダンスの約束してたっていうから、もしかしたら今約束が果たせたかもしれないなとかって思うと、このすれ違いが悲しく感じるんですけれども、でもおばあさんの気持ちを考えると言い出せなかったっていうのもすごくわかりますね。でもダンスしたかったんだ。そのおばあさんの気持ちがちょっと切なかったので、ではおばあさん、今日の夜のダンスは私と踊りませんか？そらくんからもらった石がここにあるんです。きっとそらくんも見守っていてくれていると思います。ちょっと気休めかなって思うんですけど、せめてできることがあるんだったらやりたいなと思うので、こういうふうに言ってみたいと思います。白根がポケットから青い小石を取り出してみせ、優しく微笑みながら提案すると、リディアおばあさんは驚いたように両手を口元に当てました。おや、私のようなヨボヨボのおばあさんと踊ってくれるのかい？空が嫉妬してしまうかもしれないね。でも本当に嬉しいよ。喜んでお供させてもらうよ、白根さん。そして夜が訪れました。首都アークライトは数千の紙灯籠の暖かな光に包まれていました。夜空には満天の星々が瞬き、涼やかな夜風が夏の暑さを心地よく和らげています。湖上の広場、かつて青い風車があったその場所で、白根とリディアおばあさんは手を取り合い、音楽に合わせてゆっくりと静かにステップを踏みました。リディアおばあさんの足取りは驚くほど軽やかで、その表情はまるで数十年前の少女に戻ったかのように生き生きとしています。ダンスの最中、白根のポケットに入れた青い小石が体温とは異なる不思議なポカポカとしたぬくもりを放ち始めました。ふと白根が夜空を見上げると、満天の星々の中にひときわ優しく青い青と金の光を放つ小さな星が、まるで真鍮のランタンを灯したかのように一度だけキラリと瞬いた気がしました。ありがとうお姉ちゃん、約束守れたよ。風の音に混じってそんな懐かしい声が聞こえたような気がして、白根の胸に温かな涙がじんわりと広がっていきます。白根とリディアおばあさんの優しい影が星空と灯籠の光に照らされて、湖上の広場に美しく揺れていました。というわけで完結という形ですね。優しいお話ですごい良かったなって思います。そらくんがやり残したっていうことが達成できて、幼なじみだったおばあちゃんとも再会できて本当に良かったなと思います。できたらね、会った時にちゃんと自己紹介して再会できたらいいなと思ったんですけど、切ないすれ違いだったかなと思います。 AI をゲームマスターにするオリジナル TRPG の夏のお話をこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。